こんにちは、トバログです。いやー、皆さん、Apple の発表会、昨日は見ましたでしょうか？見たっていう人もね、いると思います。僕はね、今朝6時にこの動画を回してるんですけど、実はリアルタイムにはね、見てなくて、朝起きてから駆け足でね、2倍速で見たっていう感じですね。いや、正直、そこまでね、USB-C になって、チタンになって、みたいな感じで、すでに噂が出揃ってたんで、そんなにね、注目しなくてもいいかなとか勝手に思ってたんですけど、これ結構いいなっていうねポイントもたくさんあったので、今回の動画はぶっちゃけ前作と何が変わったのっていうところと、トバログはこれが欲しいみたいな、このモデルこのストレージを買いますっていう動画を撮っていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずね iPhone 15シリーズになって何が一番ユーザー的に大きく変わったかっていうと、やっぱりねポートがライトニングから USB-C ポートになったっていうところですね。この辺は結構ねずっとユーザーというかガジェット好きにとってはね結構カメラとか、iPad とか MacBook とかそういうあらゆるものが一つのケーブルで済むように絶対に USB-C にしてほしいっていうのがあったと思うんですけど、今回それが叶ったっていう感じです。一応ね iPhone 15と Pro シリーズでちょっとね、規格が違うんで、後でねその辺はちょっと紹介していこうと思います。あとはねそれぞれ結構進化ポイントが違かったりするので、簡単にねそれぞれ15と Pro シリーズについて何が違うのかっていうのを紹介していこうと思います。今ねせっかく朝になってウェブサイトがね更新されているので、ウェブサイトを見ながら話していこうかなと思います。まず iPhone 15シリーズに関しては 6.1 インチの iPhone 15と 6.7 インチ大きめのディスプレイを搭載した iPhone 15 プラスの2種類が展開されています。今回ねミニシリーズがなくて、ミニ好きにとってはねやっぱりちょっと残念なところではあるんですけど、普通にね順当進化っていう感じですかね。で価格は iPhone 15が12万4800円からで、15プラスが13万9800円からっていう感じで、いずれもね価格が10万円を超えてくる形になっていますね。で機能的な変化で言うと、やっぱりね見た目的にはダイナミックアイランドが搭載された点がね結構大きな変化じゃないですかね。14 Pro シリーズに搭載されていた機能なんですけど、真ん中のねカメラ部分を中心にいろいろな情報を表示できる UI が追加されています。今までねこれが結構プロの特徴だみたいな感じだったんですけど、これがね普通の無印にも搭載されている形ですね。で続いてはカメラがね4800万画素で撮影できるようなメインカメラになっています。これもね14 Pro シリーズとかで搭載されていて、本当にねびっくりするぐらいなんかローで撮るとめっちゃこうカメラで撮ったみたいな、こんな映像というかこんな写真撮れんのみたいな、感じで結構ね驚いたものなんですけど、これがね無印に搭載されるようになりました。インフューズドガラスっていうのを採用して色がね混ぜ込まれていたりとか、あと端子がね USB2.0 だと思うんですけど USB-C のねポートを搭載しています。この辺ね転送速度がめっちゃ速いとかはないんですけど、一応ね iPad とかその他のアクセサリー MacBook とかと同じポートというか同じケーブルが使えるようになったことで荷物が減るっていうところがやっぱりユーザー的には嬉しいポイントですね。MagSafe 使ってる人にはねあんまり恩恵ないかもしれないんですけど、ガジェット好きにとってはね結構ありがたい点です。今回大きな変更点としてはそんなところですね。でカラーに関しては5色展開で、ピンクとイエローとグリーンとブルーとブラックの5色展開となっています。ホワイトなモデルが欲しい人はプロシリーズを買いましょう。でバッテリー持ちも普通にね、20時間以上持つし、 iPhone 本当にバッテリー持ちがいいので、この辺はねもうすでに問題ないかなっていう気がしていて、であとねユーザー的にどこまで恩恵感じられるかっていうのはあるんですけど、14 Pro シリーズに搭載されていた A16 バイオニックチップっていうのを搭載しています。普通に使う分にはそこまで変わんないと思うんですけど、おそらく4800万画素のデータを扱ったりとか、その辺のね処理速度を上げるためにこのチップを搭載しているのかなって感じですね。主にね写真のポートレートモードとか、あとバッテリーの持ちとかそういうのをね良くするためのチップを搭載しています。はい、みんな嬉しい USB-C はもはや煽りにしか聞こえません
無印シリーズに関してはそんな感じで、続いてね iPhone 15 Pro シリーズですね。こちらも結構ね順当進化というか、もうアスリートなんじゃないかっていうくらいね突き詰めて進化を求めている感じなんですけど、まずねどういうラインナップがあるのかっていうのを見ていくんですけど、一応ねこんな感じで iPhone 15 Pro と Pro Max の2種類展開となっています。画面の大きさはねさっき紹介した15シリーズと同じような感じですね。で価格が15万9800円からと18万9800円からとなっております。ちょっとねカラー展開とかは特徴をね紹介してから話したいんですけど、まず無印シリーズとの大きな変更点として外装にねチタンを採用しています。スマートフォンにチタン採用する時代なんだっていう感じなんですけど、グレード5っていう結構ね純度の高いチタン合金を採用しているみたいですね。これに関しては結構ね高級腕時計とかでよりね軽く、金属アレルギーとか起こしにくいみたいな特徴があって、結構ね腕時計とか、ロレックスとかタグホイヤーとかで使われるらしいんですけど、そういうね素材がもうこの iPhone 15 Pro シリーズにも搭載されています。今までステンレスフレームだったと思うんですけど、チタンを採用することによって 10g ぐらい軽くなってるんですかね。187g からっていう感じで、結構ねだいぶ 10g 違うと軽さを感じると思うので、この辺の外装の違いが大きな進化ポイントかなと思います。で結構ねこのチタンを採用したことによってなのか、外装のねこのベゼルが薄くなって、よりね画面がボコッときている感じのデザインとなります。早くねこの外装の実物の感じとかを見てみたいなっていうところはあります。結構やっぱチタンってスノーピークのねこういうカップとかでよくね手にしたりするんですけど、めちゃくちゃ軽いんですよね。こんなに軽くなるのっていうぐらい軽くなるので、そのね素材感とあと軽さみたいなのは早く体験してみたいところですね。でその他の違いに関しては Apple がね結構分かりやすくまとめてくれてるんですけど、 A17 Pro っていうチップを搭載しています。これまでバイオニックっていう名前を冠していたんですけど、今回からプロっていうね、M1 Pro みたいなそういう感じの名前のチップを搭載してますね。主にね AR とか 3D ゲームとか重たいゲームとかね、そういうなんかグラフィック性能をすごい使うシーンで活躍するみたいですね。よりリアルな質感をゲームの中で出したりができるみたいです。で外装はさっき言った通りチタニウム、かつ今回は iPhone 15 Pro Max だけなんですけども、結構ね倍率の高い5倍ズームの光学望遠カメラを備えています。35mm 版に換算すると 120mm ぐらいのね焦点距離になるみたいなんですけど、Android スマートフォンとかだと結構ね望遠レンズ搭載するのが主流になってきてる気がするんですけど、やっとね iPhone でも搭載されたっていう感じですね。でかつ手ブレ補正とかが効くらしいので、望遠をしながら写真を撮ったりね、動画を撮ったりもしやすくなってるみたいです。でかつこれもねなんかケースメーカーとかがリークしていたんで噂段階からよく出ていたものなんですけど、アクションボタンっていうのが追加されました。今まではこうマナーモード切り替えみたいな感じでカチッカチッっていうミュートボタンみたいな感じだったんですけど、それがねアクションボタンっていうのに切り替わって、すぐにねボイスメモを出せたりとかカメラを起動させたりとか、いろいろねショートカットを使ったり、そういうのができるみたいですね。画面をねダブルタップとかトリプルタップするっていうねアクションボタンに近いような機能はあったんですけど、それがね物理ボタンに切り替わったっていう感じですかね。15 Pro シリーズに関してはカラーはね4色展開です。プロシリーズなのに4色あるのすごいなって感じなんですけど、ナチュラルチタニウムとあとブルーチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウムの4種類という感じですね。個人的にやっぱりナチュラルって結構無垢みたいな色味だと思っていて、結構ね気になるところなんですけど、やっぱりね白いガジェット好きにとってはねホワイトチタニウムっていうのが展開されているので、これを選ぼうかなと思っています。ナチュラルチタンどんななんだろうね、ちょっと気になりますね。なんかスノーピークのステッカーとか貼ってスノーピーク仕様みたいな、キャンピング仕様みたいにしても面白そうですね。で今回ね噂段階からすごい湧いてた点で言うと、やっぱりね USB-C ポートを搭載したってことだと思うんですけど、無印15と15 Pro シリーズに関しては USB のねポートの規格が違うんですよね。この辺ね Apple は USB3 みたいな USB3 みたいな言い方をしているんで、それがね果たして 3.0、3.1、3.2 とかのどういう規格なのかっていうのまではね、しっかり見れてないんですけども、一応ね USB3 最大10ギガみたいに出ているので、おそらく USB
USB3.1 ぐらいのポートを搭載しているんじゃないかなと思っています。これね、結構14 Pro シリーズからデータ転送の速度がめちゃくちゃ速くなってるので、例えばね、ドリキンさんとかがiPhone のプロレゾ画像、すごいね、画質が高い映像モードで撮影して、それをね、Vlog にするっていうのをやってて、その時はね、転送速度が遅すぎて、やっぱりね、使い物にならないっていう結果だったと思うんですけど、今回はね、転送速度がめっちゃ速くて、しかも USB-C でね、すぐ PC と接続できるので、この辺はね、ぶっちゃけ Vlog カメラとしてめちゃくちゃ強くなってるんじゃないかなっていう気がしてます。で、個人的にやっぱ気になるところだと、DP オルトモードって言って、AR グラスとかをね、装着して、そのままiPhone なり、スマートフォンなりに挿して AR 体験ができるっていうね、そういうディスプレイに接続するみたいな機能が備わってるかどうかっていうのはね、ちょっと気になってるところなんですけど、一応まだね、確定じゃないんですけど、このね、充電と拡張性っていうところを見ると、ディスプレイポートっていう風にね、記述されているので、おそらく外部にね、映像を送るっていう機能も搭載されてるんじゃないかなと個人的に思ってます。これ搭載されてたらめっちゃ熱いですね。で、かつ今回カメラの進化めっちゃいいなって思うポイントたくさんありまして、結構ね、YouTuber 的な話ではあるんですけど、これプロのビデオって言って、これなんとね、ログ収録ができるようになったんですよね。撮影するときはこういう風なね、淡い色に設定しておいて、この上から色を重ねるんですね。で、この色を重ねた後にちょっとね、自分好みの雰囲気にしていくみたいな、制作のね、過程があるんですけど、これをね、淡いログの形式で収録できることによって、自分が好きな色味によりね、近づけやすいっていうところで、これは Vlog 向けだなと思っています。これがね、8ビットか10ビットかっていう、またね、その方式みたいなのによっても結構ね、色の作り方みたいなの変わってくると思うんですけど、とりあえずね、iPhone の標準機能としてログで収録できるっていうのは結構、映像業界というか、YouTuber 的にもね、すごい嬉しいポイントだなと思います。で、かつ、ちょっと前にね、トバログ Vision Pro 買うぞっていうね、話をしてるんですけど、そこのね、Vision Pro で見れる空間ビデオ撮影が iPhone でもできるらしいんですよね。これ専用のカメラ必要だろうなとか勝手に思ってたんですけど、 iPhone のね、この広角カメラと標準カメラを両方使って動画撮影を行うことで、よりね、立体的な 3D 的なね、映像が撮れるっていう、これはめっちゃ嬉しいですね。だって Vision Pro をこの空間ビデオ撮影するためにわざわざね、ビジョンプロ装着して、その装着した状態でね、子供をこうあやしたりとか追いかけたりするとめっちゃ怖いじゃないですか。公園でビジョンプロつけながら子供を追っかけ回してたらめっちゃ怖いと思うんですけど、 iPhone でね、撮影できることで子供をね、こうやって手持ちしながら追いかけて、普通のビデオと同じようにね、空間ビデオが撮影できる、 3D ビデオが撮影できるっていうのはすごい嬉しいポイントです。ちょっとね、いろいろごちゃ混ぜになりながら iPhone 15 Pro でできることみたいな変化みたいなところを紹介してみました。で、トバログは今年の iPhone 何を買うのかっていう話なんですけど、今年はね、ズバリ iPhone 14 Pro の、ホワイトチタニウムカラー、そして 512GB のストレージのモデルを買おうと思ってます。この辺はね、この間、Z Flip 5買ったばっかりだろう、なんだよ、寝返るのかみたいなね、声が聞こえてきそうなんですけど、ガジェット YouTuber 的にはね、やっぱり iPhone をベースとしてレビューをね、していくっていう感じになるので、iPhone と Android 端末ね、両方持つっていうことは必須なんですけど、そういうね、仕事柄の理由もあるんですけど、単純にね、ガジェットっていいですよね。そういうガジェットを躊躇せず購入できるようになるためにね、この仕事を選んでいるわけなので、今年もね、iPhone は買おうかなと思っています。その資金のね、調達のために、実は iPhone Pro Max の 512GB を売却しているんですけど、だいたいね、14万円ぐらいで売却できています。去年購入したのが20とか21万円ぐらいだったと思うので、差額にすると7万円とかなんですけど、1年使ってその金額差だったら、ガジェット好き的にはね、いいかなと思っています。なぜこの iPhone を買うのかっていうのはね、いろいろ考えてるポイントはあるんですけど、まずやっぱりね、今年もプロシリーズはすごいね、進化があって面白いなっていう点ですね。本当に機能的に折りたたみが搭載されてるとかではないん
んですけど、カメラに関してもやっぱりさっき言った通り空間ビデオが撮れるようになったりとか、あと Vlog とかでね結構重宝するログ撮影、ログ収録ができるようになった 4K60p ログ収録ができるみたいなところがやっぱり個人的にはね熱いポイントかなと思っています。でかつライダーセンサーっていう、今までもねトバログで紹介しているものがあるんですけど、それをね搭載しているのが今年もプロシリーズだけなんですね。なので子供をスキャンして、データ化したりとか、あと引っ越しする時とかにこういうね家の内部とかをこうデータでね3D でもう収録して、サイズ計測まで行うみたいなのを考えた時にやっぱりね、そういう理由からねプロシリーズを選んでいますね。あとは結構本体が軽くなったとかチタのね外装がかっこいいみたいな話もあるんですけど、その辺はね、時点っていう感じですかね。でもう一つやっぱりさっきも紹介した通り USB3.0、3.1 ぐらいに対応しているっていう点ですね。本当にねこのログでいくら収録できても1動画あたり100ギガとかになったりするわけなんですよ。結構長く外で撮ってると Vlog 素材がで100ギガを今までのねライトニングとか、あとエアドロップみたいなので送ろうとするとめちゃくちゃ時間かかったんですよね。それがかなり USB3.1 みたいなのを搭載してることによってめっちゃ転送速度が速くなってるから iPhone で撮って PC でね編集するっていう用途にもかなりね、向いているというか、もうそれを考えた時にプロシリーズ一択じゃないかっていうぐらいのね感じなので、一応これを選んでいますね。で15 Pro にも Pro と Pro Max で画面とか機能性の違いによって2種類あるんですけど、今回ね小さめの Pro を選ぼうと思っています。理由としては、そんなにね望遠を使わないっていうのと、あと最近やっぱりね Galaxy Z Fold とか Galaxy Z Flip とかこういうね Android の折りたたみスマホめっちゃ面白いんですよね。こういうスマホと併用したいなって考えた時にサイズと重さはねできるだけ軽い方がいいかなっていうところで Pro を選んでいます。本当に iPhone1 本だけでいく、iPhone1 本しか持たないよっていう感じだったら Pro Max でもいいかなと思うんですけど、本当にタブレット的にね使えるフォールドとかと組み合わせて使おうかなっていうなった時に、できるだけ軽い方がいいかなっていうところですね。ストレージに関しても今回ね 512GB を選ぼうかなと思っています。去年の末ぐらいから iCloud の 2TB のねストレージを契約して使っているので、そこにね写真とか動画とか全部置いてるんですよね。でそれをすると iPhone の容量本当にめちゃくちゃ少なく、そんなにね量多く使わないので 256GB 一択かなと思ってたんですけど、今回そのログ収録で Vlog とか撮るよなとかそういうのを考えた時に、ある程度ね1回の収録で 100GB とか 200GB 使ったりするなっていう風に考えると、512GB あった方がいいかなっていうところで今回512にしています。iCloud 契約してないのであれば 1TB モデルとかを買ってもいいかなとは思うんですけど、 iCloud と併用することによって本当にシームレスにね、映像とかをオンラインに置いて、クラウドとかに置いておけるので、その辺のね使い分けができるから 512GB ぐらいでいいかなっていうのが正直なところですかね。今回のね iPhone はそんなところですかね。いやープロモデル早くね使ってみたいですね。実際どういう感じで動画が撮れるのかとか、その辺のねレビューは後からしていこうと思います。で予約注文は今日の夜9時からなのでちょっとね忘れないようにしたいところ。そして発売に関しては本当にねすぐなんですけど、来週9月22日に発売するらしいので、その後10月手前ぐらいに動画をアップしようと思っています。はい、というわけで今回の動画は終わりにします。ぜひ気に入っていただけた方、皆さん何モデルを買うのみたいなところコメントお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバルグでした。